風で声がカスカスのプラシキです。今日はこちらをレビューしていきたいと思います。HG144 分の1プロトタイプグフ戦術実証機2015年9月19日発売。販売価格は1980円になっています。機動戦士ガンダム J オリジン MSD に登場するこちらの機体。パイロットはランバラルになっています。この両腕がすごく特徴のあるプロトタイプのグフになっていますね。かなりロマンあふれる機体じゃないでしょうか。作っていくのが楽しみです。それでは早速内容物チェックをしたいと思います。内袋が1、2、3、4袋。ランナーはこんな感じになっています。HG のモデルになるのでランナー数はそこまで多くはないですね。それではランナーを見ていきたいと思います。まずこちら A1 ランナー、グフらしい水色のランナーになっています。オリジン系の機種によくあるモールドがよく刻まれたタイプのランナーになっているんじゃないでしょうか。ランナーはほとんどがプロトタイプグフの新規ランナーになっています。こちら外装パーツ、マニピュレーターも付属しているパーツになります。少し濃いめの紺色ですね。そしてこちらが動力パイプなど軟式のプラスチック、柔らかいプラスチックになっています。そしてこちらがザクのオリジンザクのランナー。関節関係のパーツは流用パーツになっていました。そしてこちらの透明パーツはコックピット部分のパーツ。そしてこちらホイールシール、非常にシンプルです。そしてこちらデカールも付属しています。ポリキャップは PC001 番。説明書はこのようになっています。カラーと白黒の見開きタイプの説明書。結構仕様なども細かく載っていて、結構見てるだけでも楽しい説明書になっていました。内容量としては HG にはなるのでそんなに多い感じの内容ではありませんでした。結構簡単に作っていけるんじゃないでしょうか。そして背面にはデカールの添付場所をしっかりと指示されている説明書になっています。いいですね、オリジンの説明書。そして余剰パーツですが、ポリキャップと先ほどのオリジンザクのランナーに余剰パーツが発生するようになっていました。ランナーからパーツを切り離してみました。HG になるのでパーツ数はやはり少ないですね。そんなに多くはないと思います。それではまずは胴体部パーツから組み立てていきたいと思います。パーツ数はこのような感じ。上半身の組み立てですが、基本的に作り方はオリジン系の上半身の作り方になっていました。はめ込みはめ合わせで作っていきます。このような感じでコックピットもしっかりと再現されています。そしてバックパック。上半身このような感じになっています。合わせ目に関しては両脇、そして両肩の部分に合わせ目が少し出るような感じになっていました。可動域は広めに取られていると思います。続いて腰部パーツ。パーツ数はこのような感じになっています。腰部パーツに関してはシンプルな作りになっているんじゃないでしょうか。こちらドルクパイプ。そして先ほどの胸部にこちらの胴体部分のパーツをはめ込み下半身とドッキングさせます。そしてドルクパイプを差し込みフロントのスカートの部分にはめ込みます。これで胴体部分の完成になります。合わせ目は基本的にほぼ出ないような作りになっていました。腰部パーツはこのようにスカート、フロントスカート部分、サイドスカート部分が稼働するようにできています。このサイドスカートにフロントのスカート部分の軸があるのが少し珍しい感じがしますね。このような感じで動きます。ドルクパイプがあるので左右のひねりはほとんどひねることができません。そしてこちらオリジン系にあるこのサイド、ザク系のよくある可動域ですね。このような感じで動きます。胴体に関してはこんな感じで前の方へは折り曲げることが結構できます。サイドはこのような感じですね。いいんじゃないでしょうか。そしてこちら足の軸の部分がスライドで動くようになっています。これでポージングがしやすいですね。続いて頭部パーツ。このような感じのパーツ。このようにはめ合わせ。そして
物合いは下の部分で位置の調整が可能になっています。このシール貼る位置がちょっと難しかったですね。そしてはめ合わせで頭部パーツの完成。非常にシンプルな作りでした。続いて左腕部パーツ。パーツ数はこんな感じ。腕部パーツの作りですが、基本はめ合わせの構造が多く、このように上腕部などは一体成形ではめ合わせが出ない、合わせ目の出ない構造になっていました。肩幅部分に関してはどうしても合わせ目が出る構造になってしまっていますね。そしてそれ以外に関しては結構パーツ細かく分割されていて、しっかりとした作りになっているんじゃないでしょうか。このあたりのギミック、個人的にはすごく好みですね。この部分のパーツを取り付けて腕部の完成。この3連装マシンガンの部分もボールジョイントで動きます。肘関節も結構可動域広いですね。二軸構成になっています。胴体部との接続はボールジョイント。肩アーマーの部分は合わせ目が少し出る構成になっていました。続いて右腕部パーツ数はこのような感じになっています。ほとんど作りは一緒なんですが、前腕部のパーツの作りが違っていました。このようにヒートロッドをつけることも可能です。こちら軟質プラスチックのため型をつけることもできます。基本的な作りはこのような感じで同じようになっています。左腕と違うのが前腕部の構成といった感じでしょうか。こちらアタッチメントで切り替えることもできます。後ほど口述します。続いて足部のパーツ。このようなパーツ。こちらもはめ合わせ。オリジン系によくありそうなこの土台の部分、根元の部分が動くような構成になっていました。このような感じで後ろの部分が別パーツになっているので、少し可動域が設けられています。肉抜きなどはありません。このような感じですね。上を浮かせると下がスライドするというギミック搭載です。続いて脚部パーツの構成はこのような感じになっています。このようにこちらもはめ合わせ等で構成がされていましたが、極力合わせ目が出ないようになっています。一体成形や段落ちモールド化されているため、合わせ目が目立たないような作りになっていました。結構パーツ分割構成されているので合わせ目が目立たないですね。そして動力パイプを取り付け、足の部分を取り付けて脚部の完成です。こちら根元の足部分は少し余裕を持った幅というか、ちょっと内側に少し曲げる幅があるというんですかね。そのような作りになっていました。合わせ目に関しては先ほども説明したようにほとんど目立たないようになっています。このように膝も曲げることが可能。可動域は広めです。こちら足首の方はどうしても少し干渉する部分があるので大きくは動かないんですが、それでも結構広めの可動域があるんじゃないでしょうか。そしてこの付け根の部分も360度回転します。続いてシールド。パーツ数はこちらになります。このシールド2色構成になっているのが嬉しいですね。1色での構成ではありませんでした。裏打ちのモールドはある程度という感じでしょうか。そしてこのようにヒートフォークを保管することも可能になっています。ヒートフォークは2本付属しています。続いてアタッチメントパーツなどになります。パーツ数はこのような感じ。こちら今回のキットの中でもちょっと目玉というか変わったキットの部分じゃないでしょうか。マニピュレーターがアタッチメントでこのように変えることができます。平手は少し肉抜きがありますね。可動域もある程度確保されているようになります。こちらのパーツを先ほどの右腕部の方にアタッチメントで切り替えることができるようになっていました。これで全体のパーツ構成、組み立て完了になります。それでは組み上がったパーツを取り付けていきましょう。まず胴体部、腕部の接続はボールジョイントでの接続になっています。そして頭部もボールジョイントで接続。そして脚部、こちらは軸での構成になっています。接続両側とも同じように軸で差し込み、ポリキャップでのジョイントになっていました。これで本体の完成ですね。グフらしい本体になっています。それでは取り付けた後の可動域を見ていきたいと思います。腕部分は水平とまではいきませんが、結構広めの可動域が取られています。
そしてオリジン系の上半身にあるこの前に向ける可動域、こちらやっぱ広いですね。土台が動くので結構広めの可動域が確保されていました。このように腕の部分は360度回転。そして頭部に関しても結構広めの可動域が設けられています。左右にもしっかりと振ることが可能ですね。結構このように頭部も動くし、物合いも動くのでポージングがつけやすい、そのような印象を受けました。胴体部分はこのように前、左右ともに可動域は少し確保されています。脚部ですが、このように開く動作は少し苦手な作りになっていました。前後へはこんな感じ。結構広めに可動域が設けられています。なかなかプロトタイプグフいいんじゃないでしょうか。プロトタイプグフ完成しました。どうでしょう、このいでたち。通常のグフとはやはり印象が変わりますね。両腕が特徴があるので、その分もあるのかもしれませんが、グフらしさの中にも少し変わった印象を持ったキットであるかなと思います。ちょっとポージングをさせていってみたいと思います。まずヒートロッド装備。こちらがあるとやっぱりグフらしさが増しますね。そして3連装マシンガンを構えた状態。通常のグフとはマシンガンの数が違うんですが、やはりこれがあるだけですごくグフらしさがあるかなという印象を受けました。全体的なイメージとしてはマッシブな下半身、そして上半身も結構どっぷりと大きい感じがするので、全体的にしっかりと重厚感のあるキットになっているんではないでしょうか。そしてこちらマニピュレーターのアタッチメントを装備した状態。こちら握り手もついているのでヒートフォークをこのように握らせることも可能になっています。このシンプルな作りのアタッチメントがまた試作機っていうのを醸し出している気がしますね。そして平手もついています。このような感じで印象がガラッと変わります。かっこいいキットになっていました。皆さんいかがだったでしょうか。今回プロトタイプグフ戦術実証機を作った感想ですが、オリジン系キットだけあってグフらしいプロポーションの再現が高い、そのようなキットになっていました。合わせ目なども極力出ないようなパーツ構成になっており、各箇所の可動域などもしっかりと確保されていました。マニピュレーターのない腕部の構成、アタッチメントでの前腕部交換ギミックなど、ちょっと男心をくすぐるようなキットになっていると思います。悪い点と言われるとなんだろうってなってしまうぐらい、あまり粗さの目立たないキットになっていました。グフはやっぱりかっこいい。オリジンの MSD 系は再販が全くないので早く再販してほしいところですね。それでは今回はこの辺で。初めての方もいつも見てくれている方もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。